なコンセプトが今回はあったんですよね。いろんなコンセプトっていうか、いろんな意味というか、まず AD ラボに展示する水槽っていうこと、あとは、それにあたってどんな風な水槽にしたらいいかっていうことを考えなきゃいけなかったし、あとは、メンテナンスですね。そこに常にお客さんが来ても満足できる水形にするっていうポイントが、一番こう考えたところですね。場所的に左がオープンなので、高めで左がちょっと空間ができるようになってます。天野社長とのレイアウトの助手としてずっとやっぱ入ってて思ってたのは、天野社長はもう一人でねずっとこうやってきたんで、誰かの構図を真似するんではなくてもうオリジナルで作り上げてたんだよね。でそれ作り上げるなんていうんだ基準っていうかでやっぱり自然の中にある構図とかそういったものから学んでたんで、全部オリジナルなんですよ。見たことない構図。それの置き方っていうのはやっぱりその流木の置きたいというか行きたい方向にこう任せるような置き方、それがやっぱり一番だと思ってるんですよね。なんでこうやったらかっこいいからこっちの方にこう置こうっていうなくはないけどあるんだけども、まずそれよりも先に流木が置いた時にしっくりくる場所っていうのを探すっていうのが一番かな。その組み合わせをこうやっていくことで出来上がる構図っていうのはやっぱりオリジナルなので、もう特に私はやっぱそういうところを見てきたから、そういう作り方をやっぱりしていきたいなっていうのはすごくありますね。プラスで足すんですよ。足す。はい。今バイオね、いろんな種類、バイオの水草の森いろんな種類出てますけど、あれをこう最初実験的に植えたりする時に、特に構図素材とかなしでいろんな種類の水草を一つの水槽に入れた時の自然な美しさ、あれがなんか純粋に綺麗だなって思ったのがあったんですよね。それで結構それもコンセプトの一つというか、こういう感じって美しいなっていうか、なんか構図とかその前に水草の美しさが自然に入ってくるみたいな、水草の美しさに圧倒的な美しさに酔うみたいな感じにしたいなっていうのがやっぱりあって、であれも
今回のその作品も構図としてはしっかりあるんだけども、構図とほぼもう隠れてるみたいな感じになってるけど、ただやっぱりその水草の区分けとしては中で機能してて、骨組みとしてはね。で肉付けをその水草でやってるっていう。で見た時にやっぱお客さんも「ああ綺麗」っていう、もう第一印象を狙ったっていうのがまあ一番かな。まあ、大きなラインとしては右上から左にこう下がっていくような感じにしてたんですけど、その中間層にある、水草っていうのはところどころある程度の高さのところでこうラインを作るっていう、まあ、切り方っていうか植え方でしたね。で、まあその、まあ、何からこう決めていくかっていうと、まあ、一番最初シダが決まるんだね。構図を作ってシダの位置が決まる。でその次に大体自分が決めるのは、まあ、赤い水草の位置をまず決めます。まあ、一番重心をどこに置くかっていうのを考えて決めて、でそこに、まあ、細かい葉っぱを入れていって、間に緑色の大きい葉っぱっていう感じの、まあ、植え方でいくんですけど、なんでそのパレットのイメージの中で隣同士のまあ色がなるべくこう違う色になりながらもグラデのようになるような感じでこう配色していったっていう感じですね。なんでさっき言ったようなそのリズムっていうのはその色合いによってリズムを作る。あとは、あんまりにもこう長くできないものもあるんで、それはこう長さの位置を決めて、この水草はこの位置っていう感じで、それでこうリズムとあと全体のこうバランスを見ながら決めていきました。